これでわかる吸血鬼。人の血を吸って生きる怪物なのになぜか色気を感じてしまう存在。まず3つの有名な吸血鬼の作品の簡単なあらすじと背景をお話しして、その後カトリックの概念や SM の観点、また吸血鬼の持つ色気や魅力についてお話ししていきたいと思います。皆さん、吸血鬼というと誰の作品を思い出すでしょうか。有名なのを3つ挙げると、1819年ジョン・ウィリアム・ポリドリの吸血鬼、1872年ジョセフ・シェリダン・レ・ファミのカーミラ、1897年ブラム・ストーカーのドラキュラ。まず最初に吸血鬼を小説にしたポリドリからお話ししますね。ちなみにこの方、画家ロセッティの叔父でもあります。ポリドリは小説家である前に医師でした。彼は詩人ジョージ・ゴードン・バイロンの主治医としてバイロン教のジュネーブ近郊の別荘で夏を過ごしました。こちらの動画でもお話ししているのですが、その夏、フランケンシュタインの著者メアリー・シェリーたちも一緒で、退屈した彼らにバイロンがうちらもゴシック小説を書いてみようと提案します。それがきっかけとなり出来上がったのがメアリー・シェリー作フランケンシュタインとポリドリ作吸血鬼です。このバイロンという人がとても不思議な魅力を持った天才肌の詩人。彼が吸血鬼のモデルとなっているようです。小説ではオーブレイという無双家がルスブンという風変わりな男と旅行をします。途中知り合った女性から吸血鬼の話を聞きます。そしてその女性は首に傷を残して亡くなるのですが、いろいろあった末、ルスブンも瀕死の状態になります。その時、ルスブンはオーブレイに、自分の名誉を守るために、1年と1日、自分の罪と死のすべてを誰にも話さないように誓ってくれ、と言い残し、ルスブンは生き絶えました。ですが、翌朝、ルスブンの遺体が消えていました。その後しばらくして社交界で死んだはずの彼と再会します。誓いを忘れるな、と言われ何も言えないオーブレイ。オーブレイは吸血鬼がルスブンであることに気づき始めたのに、誰にも言えないでいて言動がおかしくなっていき、部屋に閉じ込められてしまいます。彼が回復してきた時、妹の結婚の予定を知るのですが、なんと相手はルスブンでした。その後、オーブレイは亡くなってしまうのですが、遺言を聞いてオーブレイの妹が危ないと知った人々が2人を追うと、そこにはオーブレイの妹の死体が。と、大まかにはこんなお話です。ちなみにこの作品、ニューマンスリーレビュー誌がなぜかバイロン教の名前で勝手に掲載したそうで、バイロンもポリドリも否定していたのですが、この小説は長い間バイロン教作と思われていたそうです。1821年、ポリドリ25歳の時、ロンドンにて亡くなっていますが、自殺の説が有力です。では次に、アイルランド人作家、ジョセフ・シェリダン・レ・ファミが1872年に出したカーミラをご紹介します。これはレズビアン小説とも呼ばれていて、吸血鬼が女性で美しい女性の血を吸います。こんなお話です。主人公ローラは父と2人で暮らしていました。ひょんなことからカーミラという少女とそのお城で一緒に暮らすことになります。カーミラは自分のことを明かさず秘密ばかりで、ローラは気になって仕方がありません。カーミラは時々切ない息遣いでローラに言います。私とあなたはいつまでも一つよ。ベッドに入ってきて愛撫をし、ローラの首に噛みつきました。その後、ローラは衰弱していきます。カーミラが吸血鬼などがバレ、吸血鬼を研究している男爵がカーミラを退治します。ですがその後もローラはカーミラのことを忘れられず、ふとした拍子にカーミラの影を追ってしまう日々を送ります。まるでロマンス小説のようでもあり、またサディスティックな吸血鬼が美しい女性を犯していく官能的な作品でもあります。さて3番目、ブラム・ストーカーの吸血鬼作品ドラキュラ。これが一番有名なのではないでしょうか。まずこれにはモデルがいるとされています。15世紀のワラキア公国の君主
ブラード3世。彼は戦いの際、相手の戦意を失わせるために捕虜を串刺しにした残酷で知られる君主。ニックネームが2つあり、1つが串刺し公、もう1つがドラキュラでした。ブラドの父親ブラド2世がドラゴン騎士団に所属していてドラクルと呼ばれ、その息子でドラキュラになったとか。いずれにしてもブラム・ストーカーはブラドを意識してこの名前を使ったんですね。こんなお話です。仕事でドラキュラ伯爵の家を訪れた弁護士ハーカーがそこに監禁されてしまいます。その間にドラキュラ伯爵はロンドンに行き、ハーカーの婚約者ミナを狙います。最後にはドラキュラが退治されミナが救われるのですが、このミナはドラキュラのことを求めているような描かれ方、惹かれてはいけないと思う相手に惹かれていくロマンス作品にも思えます。さて、3つのストーリーをざっとお話ししましたが、共通点もあれば大きく異なる点もあります。共通点としては幽霊という概念。カトリックには煉獄というものがあり、地獄に行くほどではない軽い罪を犯している人が罪に応じた苦しみを受けることで浄化され天国に行くという場所。煉獄はダンテの新曲などでも出てきますね。ロダンの彫刻で有名な地獄の門はダンテの新曲に出てくる門です。考える人もですね。よかったらこちらのロダンの動画もご覧ください。いわゆるこの世と呼ばれている場所にいる亡くなった人なので幽霊というわけです。この煉獄、聖書には出てきていないそうです。プロテスタントでは否定されていて、亡くなった人はすぐ最後の審判があり、天国か地獄か行き先が決まるらしいです。カトリックとプロテスタントでこういう違いがあるんですね。ですが、この霊という概念は宗教関係なく存在し、たくさんの小説や映画にもなっていますね。そしてまた、どの吸血鬼にも共通しているのが、吸血鬼に血を吸われると自分で自分の心をコントロールできなくなってしまうという恐怖です。これはゾンビ映画とかでも同じですが、アイデンティティを失い乗っ取られる不安感を覚えます。ただ厄介なのが、そんな怖いことなのにどこかそこに惹かれている部分があるということです。ポリドリの描く吸血鬼ルスブンには憧れを感じているように思いますし、カーミラに至っては恐れながらも血を吸われることを望んでいる謎的な感情を連想させる描き方です。カーミラはビクトリア時代に出たものですが、当時女性は家庭の天使と呼ばれる定説を重んじる価値観がありました。淑女でいなければと思う女性たちの内に秘める欲望を吸血鬼が強引な力によって自由に解放してくれた存在だったのかもしれません。女性は自分の欲望に従うのに自分自身に言い訳が必要だったりしますから。また、ブラム・ストーカーの話に出てくるミナは、ドラキュラ伯爵を崇拝してしまっているような面も見られます。そして違う点はエンディングです。カーミラもドラキュラも退治されて平和な生活が戻って安堵するという結末。最初に出されたポリドリの話だけ吸血鬼側が勝利しています。これはポリドリがバイロンにはかなわないと思っていたからでしょうか。最後に吸血鬼の魅力である色気のお話。ミステリアスな人に近づかれ、首を噛まれ、血を吸われる。普通に考えたら恐怖でしかないことが、物語の中では吸血鬼がどこか魅力的であるがために色っぽい場面にもなります。血を吸われアイデンティティをなくすことはもちろん怖いことですが、自分をコントロールできなくなるというのは単純に理性を失うというエロティックな状況をも連想させるのではないでしょうか。また、血の赤い色も色っぽく見せるのを手伝っているのかもしれません。こちらの絵をご覧ください。ムンクの作品です。この作品はいくつかのパターンで描かれていますが、ムンクが最初につけたタイトルは愛と苦悩で、吸血鬼というタイトルはムンクの友人がつけたと言われています。ですがその後にムンクは森の中の吸血鬼というタイトルの作品を制作しています。赤い髪の女性が男性に抱きつき、首筋にキスをしています。この女性の髪、血が流れているかのよう。
男性が捕らえられて動けなくなっているか、もしくは進んで身を委ねているようにも見えます。さて、ミステリアスな魅力満載の吸血鬼のお話、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。